皆さんこんにちは。今回は奈良県へとやってまいりました。ここ奈良県は歴史ある文化財が数多く存在しており、京都府や大阪府から近いという観点からも海外の方からかなり人気な観光地となっております。そんな奈良県の風情ある街並みを映像で楽しんでもらいつつ、今回の動画では僕の趣味について話をしていこうと思います。前回の和歌山の動画で僕が今一番ハマっている趣味ということでサウナについてお話をしたんですけれども、実はサウナについてはこれまでの動画で何度も触れたことがありまして、またサウナの話かと思われた方も多かったんじゃないかなというふうに思います。実際にですね、このサウナのことについて話す1個前の動画のコメントで旅行サウナ以外で趣味とか好きなことありますかというふうに実はコメントをいただいておりました。そういったコメントをいただいてはいたんですけれども、週に1回動画投稿する関係でもう動画の方を作り終えてしまってたので、もうそのまま申し訳ないなと思いながらサウナのことについて話す動画を上げさせていただきました。もう大変申し訳ないなと思うんですけれども、もしよかったらまたコメントの方よろしくお願いします。ということで今回は、そういった流れもありますので、旅行とサウナ以外の趣味、好きなことについて話していこうと思います。まず一つ目はスポーツなんですけれども、スポーツは全般的にするのも好きですし見るのも好きです。小学生の時にバスケットボールを始めて、大人になってからもしばらく続けていました。バスケットボールは大きく分けて5つのポジションがあります。ではその5つのポジションの中で僕は一体どこのポジションだったのかっていうことなんですけれども、ベンチもしくはメガホンを持って2階で応援でした。というのは冗談でですね、実際にはシューティングガード、スラムダンクでいうところの三井久と一緒のポジションですね。ここをですねやらせていただいていたんですけれども、実際にはバスケットボールよりも野球の方が好きです。野球に関しては小さい頃に本当に遊び程度でしかやったことがないんですけれども、見るのがすごい好きで球場へ行ってプロ野球の試合を見に行ったことも何度かあります。中でも思い出に残っている試合はソフトバンクホークス対日本ハムファイターズ、この試合で先発が今年からメジャーへ移籍した千賀滉大選手と、日本ハムファイターズの方の先発はなんと大谷翔平選手だったんですよね。やばくないですかこの試合。今2人ともメジャーで活躍されてる選手ですからね。今思い出しただけでもめちゃめちゃ興奮してくるんですけれども、もともと花巻東高校時代の時から大谷翔平選手のことが僕好きでして、プロ野球選手になってから1回は絶対に生で見てみたいと思ってその試合を選んでいったんですけど、その時から二刀流でも実際に出場されていて、その時もですねフェンス直撃の二塁打を打ったのを今でも鮮明に覚えています。今はですね世界最高峰のメジャーリーグという舞台でホームラン独走状態と、ありえないですよね。しかも二刀流ですからね。どうやってやったらあんなになれるのかもう全く意味がわからないんですけど、一応僕も YouTuber と普通の会社員ということでこれからも二刀流として頑張っていこうと思いますので応援よろしくお願いいたします。2つ目は食べることです。美味しいものを食べる時っていうのはもう誰しもが幸せだって思うんじゃないかなと思うんですけど、中でも僕は海鮮がすごく好きで、小さい頃から本当に魚ばかり食べてきたので、そろそろ尻尾が入るんじゃないかな、鱗が入るんじゃないかなっていうぐらい多分体は8割ぐらい魚でできてます。もちろん食べることも好きなんですけれども、実は学生時代に居酒屋でアルバイトをしていまして、その経験があってなのかわかんないんですけれども、料理を作るのもすごく好きです。最近はちょっと忙しかったりで全然作れてないんですけど、また時間ができた時とかに自分で料理を作って食べたいなっていうふうには思ってます。
得意料理は何かって聞かれると、得意かどうかは分かんないんですけど、個人的にはパスタとか、そのイタリアンですね。それが強いて言うなら得意料理かなっていうふうに思ってます。美味しいものは確かにどこで食べても美味しいっていうのも分かるんですけど、ただ個人的には食べる雰囲気っていうのもすごい大事だなっていうふうに思ってて、例えばキャンプなんかで言うと、普通に自宅で作るよりもキャンプの時に作ったものの方がめちゃくちゃ美味しく感じるんですよね。焚き火を囲んでみんなとワイワイ話しながら食べる時のご飯ってめちゃくちゃうまくて、日頃の10倍ぐらい美味しく感じちゃうんですよね。だから例えばコンビニのおにぎり一つとっても、自宅で一人で食べるよりも海に行って何人かの友達と一緒に食べる方がうまく感じる、それと一緒だと思うんですよね。そういった意味では一昨年夏にキャンプを友達としたんですけれども、その時めちゃくちゃ楽しくて、今でも何を作ったかとかどんな会話をしたかっていうのを鮮明に覚えているぐらい思い出に残ってます。3つ目なんですけれども、3つ目は音楽です。昔から音楽は好きで、学生の頃なんかは音楽の授業と体育の授業だけはめちゃくちゃ本気で受けてました。で、音楽に関しては大人になってから、友達とカラオケに行ったりして歌を歌ったりで、電車の中でイヤホンして音楽を聴いたりとか、聴くのも好きですし、でやっぱり歌うのもすごいストレス発散になったりするんでめちゃくちゃ好きなんですよね。ただちょっと変わってるなって自分でも思うのが、例えば試合前とかのテンションを上げたい時、モチベーションを上げたい時って結構アップテンポな曲を聴く方が多いんじゃないかなと思うんですけど、僕は昔からバラードばっかり聴くんですよね。もう試合前とかモチベーションを上げたい時でも関係なくバラードを聴きますし、カラオケに行ってもどちらかというともうバラードばかり歌う。これ共感してくれる方いたらめちゃくちゃ嬉しいんで、ぜひ一緒だよっていう方はコメントお待ちしております。ということで3つ趣味や好きなことについて今話してきたんですけれども、その話はこの辺にしておいてですね、さすがに奈良県に旅行に来ましたので、ここ東大寺も含めて、しっかりとここからは説明の方をしていきたいなというふうに思います。説明していきたいなというふうに思っていたんですけれども、こういったお寺とかですね、神社ですか、僕あんまり詳しくないので、ぜひ興味ある方はですね、概要欄の方にリンク貼っておりますので、もうそちらの方で調べちゃってください。いや本当は説明したいんですよ。僕も説明したいんですけど、絶対インターネットの方が強いんで、そこに関してはインターネットで調べてもらって、ただそのインターネットでは見れない映像っていうのを僕のチャンネルでは楽しんでもらえたらいいかなっていうふうに思ってます。で、あと説明したい、そういう気持ちはあるんですけど、僕声を入れ出したのが3つか4つ前の動画からなんですよね。本来なら、言ったらもう素人ですし、台本をちゃんと作ってそれを読み上げていく、これが一番ベストな選択なんじゃないかなというふうには思うんですけど、一切台本なしでやっております。なので、噛んでしまったりですとか、途中で話が止まってしまったりすると思うんですけれども、そういったところの成長も含めてこのチャンネルを応援していただけたらいいなっていうふうに思ってます。先ほど話した趣味や好きなことについてでもいいですし、何か別に他のことがあれば質問していただいた方が、おそらく僕もスラスラ話ができると思いますので、ぜひ皆さんコメントの方よろしくお願いいたします。はい、ということで今左上のテロップにも出ておりますけど、ここは奈良町というところになります。で、ここは風情ある街並みも楽しめますし、食べ歩きも楽しめるということで、僕食べ歩きめちゃくちゃ好きなので絶対に行かないといけないと思って、こちらの方へやってきました。場所もですね、先ほど映っておりましたけれども、奈良公園ですとか東大寺からもう歩いて行けるすぐ近くにあるので、そういった意味でもぜひ皆さんにもここには遊びに行ってほしいなっていうふうに思います。で、僕は3時のおやつとしてこちらのかやカフェというお店でですね、豆腐ティラミスをいただいたんですけれども、こちらのお店がちょっと面白くてですね、トッピングも含めて自分でカスタムができるということで、
僕は今映像にも映っておりますけれども、いちごと白玉と抹茶のティラミスということで、これ最強でしょ。一番うまいと思います。わかりませんけどね、わかりませんけど、僕の中では一番うまいと思ってこちらをいただきました。豆腐ティラミスということで、豆腐といえばヘルシーというイメージが、皆さんもあるんじゃないかと思うので、女性の方にもかなりおすすめとなっておりますので、奈良町へ遊びに行かれた際はぜひ先ほどのかやカフェというお店へ行かれてみてください。今法隆寺へとやってきておりますけれども、こちらが今回紹介する最後のスポットとなりますので、こちらの映像を楽しんでいただきながら、最後に告知の方をちょっとさせていただこうかなというふうに思います。近畿地方の紹介も後半へと差し掛かってきて、以前の動画から新企画をやりますという、告知をさせていただいております。この動画から見てくださっている方もいらっしゃるかと思いますので、新企画についてざっくり説明の方をしたいと思います。新企画はもうすぐ西日本の紹介が全て終わるので、もう一度西日本を振り返ってみて、僕がもう一回行ってみたいところや、もうちょっと深掘りしてみたいところ、そういったところをですね紹介していこうかなというふうに思っております。ただその中で視聴者の方からリクエストももらいまして、そのリクエストもらった件もですね実際に行ってみたいなというふうに思っております。何本か前の動画から、こういうふうに告知の方をさせていただいてるんですけれども、実際にコメントが来るのかなとか、誰かしてくれないかなっていうふうにちょっと不安を抱えていたんですけれども、ありがたいことにですねすでにリクエストの方をいただいております。コメントしてくれた方々本当にありがとうございます。今のところですね、大分県、京都府、沖縄県、もしくは四国のどこかがいいですと、だいたい4件近くですかね、コメントの方いただいておりまして、実際にこの中から最低でも1件は選んでいきたいなというふうに思っているんですけれども、まだ近畿地方の紹介少し残っておりますので、もちろんアナウンスの方も続けてさせていただきますけれども、まだまだですねコメントの方お待ちしておりますので、気になるところございましたらぜひよろしくお願いいたします。最後になるんですけれども、ここで皆さんに嬉しいお知らせがございます。お知らせというか報告になるんですけれども、なんとこのチャンネルの総視聴回数が1万回を突破いたしました。ありがとうございます。1万回と聞いてですね、それぞれ感じ方違うと思うんですけれども、もちろんトップ YouTuber の方と比べたりなんかしてしまうと、まだ1万回かいと、思われる方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。ただ僕がこのチャンネルを始めたのが昨年の12月頃になるんですけれども、そこから今約8ヶ月経ってですね、最初の1本目の動画ですとか2本目の動画っていうのはそれこそ10回20回とかしか再生がいかない中で、素人なりにずっと頑張ってきてですね、週1の投稿っていうのを続けてきました。最初は不安ばかりで、もちろんわからないことだらけだったんですけれども、わからないならわからないなりにしっかりと調べたり、もうとにかく全力でぶつかろうっていう思いでここまでやってきて、ようやく1万回再生を突破できたということはものすごい嬉しいですし、今こうして動画を見てくださっている方々も含めて、いつも応援してくださる方の本当におかげです。いつも本当にありがとうございます。これからもですね、この気持ちを忘れることなく、もっともっといい動画を皆さんにお届けできるように頑張っていこうと思いますので、これからも応援よろしくお願いいたします。次回は大阪府の紹介です。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた来週。